皆さん、私、大興奮しています。先日、待ちに待ったあの機能が私たちのジェミニノートブックにやってきました。見た目こそ変化ありませんが、Google の AI エージェントツール、アンチグラビティと融合しました。これで裏側でコードを書いて実行できるようになったんです。この機能、現在は有料のサブスクユーザーまでの展開ですが、そのうち無料ユーザーにも展開されるそうです。今回はその新しくなったジェミニノートブックで何ができるようになったのか徹底的に検証してきました。その内容を余すことなくお伝えします。それでは早速行ってみましょう。それでは最初の検証は気になる人も多いと思うスライドの生成についてです。まず今回渡す資料をお見せします。架空の会社が新製品のリリース準備会議をやったという設定で私が作った会議メモです。出席者の名前があって、その下に発言がずらっと箇条書きで並んでいます。そしてお願いしたのはたったこれだけです。この会議メモをもとに社内共有用のプレゼン資料をパワーポイント形式で作ってください。各スライドには発表者が読み上げるためのプレゼンターノートも入れてください。デザインの指示も枚数の指示もこの時点では一切していません。出てきたのがこの5枚のスライドです。まず、文字はすべて自分で直せる状態でした。クリックして書き換えられる普通のテキストです。最後のスライドに入っていた日程の一覧表も画像ではなくセルを直せる本物の表でした。そして発表者用のノートです。5枚全部に読み上げ原稿が入っていて、合計すると1834文字。そのまま喋れる分量です。ただし、デザインはかなり地味でした。画像は1枚も入っていません。見た目を整えるのは自分の仕事。中身は任せられる。そういう感触です。ここで一つ気になるものを見つけました。スライドの日程表に曜日がついていたんです。この曜日、元の会議メモにはどこにも書いてありません。ジェミニノートブックが気を利かせて自分で付け足してくれたものです。ただ、気を利かせて付けてくれた3つの曜日が3つとも実際とは違っていました。ノートブックは手元の資料に忠実で間違いを起こしにくいのですが、資料にない部分を補うときはこういうこともあります。なので出力された内容は必ずご自身の目で確認するようにしてください。枚数の指定も試しました。20枚でお願いするとぴったり20枚。それならと40枚でお願いするとぴったり40枚。しかも40枚でも中身は破綻せず、小の区切りを挟みながら1枚に1つの事実まで細かく割ってきました。発表者ノートの分量も指定できます。1枚あたり300文字前後でとお願いしたら、実際に数えると287文字から306文字。一番外れて13文字のズレでした。そしてスライドで一番強かった使い方がこれです。今度はすでに完成している発表台本を渡してみます。社内説明会で5分話す想定で、挨拶から締めのお願いまで書き終わっている原稿です。これを渡してこうお願いしました。この発表台本はもう完成しています。台本に忠実に全部で10枚のスライドを作ってください。プレゼンターノートにはそのスライドで話す台本の該当部分をそのまま入れてください。台本の文章は書き換えないでください。結果は10枚ぴったり。ノートに入った文字は879文字で、渡した台本と一文字も違いませんでした。勝手な要約も書き換えも一切なしです。発表原稿がもう手元にある人は、
この頼み方が一番実用的だと思います。デザインの指定はどうでしょうか。ネイビーはこの色番号。アクセントのオレンジはこの色番号。フォントはメイリオ。箇条書きは1枚に4つまで。表紙には社外費と入れる。そんな指定書をテキストで渡したら、色番号の16進数まで全部その通りに作ってきました。ここまでは満点です。ところが、今度は指定書の代わりにお手本のパワーポイントファイルを渡して、このデザインを踏襲してとお願いしました。私が用意したお手本は深い緑と山吹色のわざと特徴的なデザインです。出てきたスライドは表紙、目次、章の扉、まとめという構成の型は完璧に真似ていました。でも色は紺とオレンジ、フォントも別物に変わっていたんです。そして回答にはお手本から踏襲したデザインですと書いてありました。やっていないことをやりましたと説明してくる。さっきの曜日と同じ形です。それでは次の継承は画像の生成についてです。資料はさっきと同じ会議メモを使います。この内容に合う社内資料の表紙に使えるイラストを1枚作ってください。お願いしたのはこれだけです。出てきたのがこちら。生成にかかったのは1分ほどで品質も十分でした。一つ発見だったのは気を利かせて画像の中に文字も入れてくれることです。ただこれが英語でした。日本語の文字を入れてとはっきり指定すると今度は漢字まで正しく描けています。指定すれば日本語で出る。指定しないと英語になりやすい。ここも指示次第でした。修正の精度も測りました。画像の中の時計の表記だけを変えて、他は一切変えないでとお願いします。修正前と修正後をピクセル単位で比べたところ、はっきり変わった画素は全体の 0.1%。しかもその変化は時計のある高さに集中していて、他の場所はほぼ動いていませんでした。指定した場所だけ直すというのは画像でも本当にできています。もう一つ面白い実験をしました。黒い背景に白い線だけで描いた画像を私が自分で用意して、この画風でセキュリティ診断をテーマに別の絵を描いてとお願いしました。描いてきた画像を測るとサイドはぴったり0。色を一切足さず白い線だけで縦と虫眼鏡を描いてきました。参考画像のスタイルは厳密に守るんです。さっきのお手本パワーポイントは無視したのに、画像のお手本は完璧に真似る。ファイルで渡すか画像で渡すかで結果が正反対になりました。見た目を揃えたいときはファイルではなく色番号を書いた指示書か画像で渡すのが正解です。続いての検証は表計算です。実は今回私が一番驚かされたのがこのテーマでした。まず私資料からお見せします。これ私がプログラムで作った領収書の画像です。弁当屋さん、居酒屋、カフェ、タクシー、金額も日付も消費税率もバラバラにしてあります。そしてこの4枚目、わざと傾けてかすれさせてノイズまで載せた意地悪な1枚です。何度もコピーを取った書類みたいになっていますよね。もう一つ、社内の経費規定も一緒に渡しました。1人当たり5000円以下の飲食なら会議費、超えたら交際費、3万円を超える交際費は事前承認が必要。そんなルールが書いてある文書です。お願いしたのは、この4枚を読み取って経費精算表の Excel にすること。勘定科目は規定の条文に従って判定すること。そして私は正解表を先に自分で作ってあります。出てきたのがこの Excel です。日付、支払い先、金額、消費税率、税額、勘定科目。
一つずつ付け合わせました。結果は24項目すべて一致。1円のズレもありませんでした。かすれた4枚目も正確に読み切っています。そして3万円を超える交際費の行には、要確認という注記が自動でついていました。規定の条文を読んで自分で判断したということです。続けて、この表をもっと実用的にしてくださいとお願いしました。各行に支払期日を追加して、計上月の翌月末を自動で計算すること。金額が3万円を超える行には、要事前承認と自動で表示すること。支払い先ごとの集計表とピボットテーブルも作ること。そして最後にこれを付け足しました。できる限り Excel の関数で計算して、計算結果を直接数字で書き込まないでください。ここ、地味に大事なところです。これを言わないと、計算済みの数字が並んでいるだけの、後で直せない表が来る可能性がありますから。結果、関数は本物でした。月末の支払い期日を計算する関数。条件に合う金額だけを集計する関数。3万円を超えたら要事前承認と表示する条件分岐。別のシートを参照する集計表まで全部数式で入っていました。ファイルを開いて数えたので間違いありません。ただし、本物のピボットテーブルは作れませんでした。これについては、ジェミニノートブックもピボット風の集計表ですと自分から説明していました。できないことを正直に言う場面もあるんです。次は、今回の検証で一番の大物です。取引データを12,600行、わざと汚してから渡しました。会社名の書き方を7通りにばらして、株式会社が前についたり、後ろについたり、株になったり。日付の形式は5種類。金額には全角数字も混ぜて、完全に重複した行を600行打ち込みました。これを表記を統一して重複を消してきれいなエクセルにしてとお願いします。結果です。行数12,000行、正解と一致。会社の数12社、一致。総額53億8328万8400円。完全に一致です。会社ごとの件数まで1点のズレもありませんでした。そして私が一番仕掛けたかった罠がこれです。データの中に ABC 商事、ABC 商会、ABC サービスという3つの会社を混ぜておきました。名前が似ているだけの別の会社です。表記の揺れだと判断して一つにまとめてしまったら実務では事故になります。結果は3社ともきちんと別の会社のまま残っていました。ここは本当に感心しました。ただし正直に言うと1回目は失敗しています。11分待たされた挙句、現在回答できませんというエラーが出ました。もう一度お願いしたら成功しましたが、この規模のデータを渡すときは時間もかかりますし、失敗することもあります。そこは注意していただければと思います。数値のシミュレーションも試しました。販売数の平均とばらつきと費用の前提を渡して、モンテカルロ法で1万回計算して赤字になる確率を出してとお願いします。答えは 13.93%。私が事前に計算しておいた理論値と小数点以下まで一致しました。そして出てきたグラフがこちらです。タイトルも軸のラベルも判例も全部きちんと日本語で出ています。グラフの日本語は崩れやすいところなので、ここはしっかりしていました。
続いての検証は、文書の生成、ワードと PDF についてです。ここだけは皆さんに注意してほしいことがあります。私は稟議書の様式を自分で作りました。罫線があって、決済の押印欄があって、列の幅が決まっている、どこの会社にもありそうな様式です。これを渡して、様式は一切変更せず、空欄になっている記入欄だけを埋めてとはっきりお願いしました。まず、記入された中身は完璧でした。文書番号、日付、起案者、件名、予算額、理由、10個の欄、全部正確です。でも、様式の方が変わっていました。余白が2センチから3センチに広がり、列の幅は均等に揃えられ、押印欄の高さは縮んで、1ページだった書類が2ページになっていました。はみ出した注意事項が次のページに押し出されています。そして、その注意事項の1番目には、こう書いてありました。本様式は改変しないこと。それも読み取った上で、読みやすさを優先して整え直したということのようです。つまり、様式の骨組みは保ちつつ、細かい寸法やレイアウトは良かれと整え直すことがあるということです。お手本パワーポイントの時と同じ振る舞いです。多少レイアウトが変わっても良い様式なら、これはすごく使える機能だと思います。ただ、寸法を少しも変えてはいけない様式の場合は、こういうこともあるので、最後に人が開いて、十分にご確認ください。一方で、ワード文書の実力自体は本物でした。さっきの稟議の材料をもとに、導入検討報告書をワードで作ってください。そう頼んだ上で、ワードならではの機能を4つ名指しで入れるように指定しました。1つ目、後から自動更新できる目次とページ番号。ファイルの中を開いたら、ワードのフィールドコードという本物の仕組みで入っていました。2つ目、拡大してもぼやけないベクター形式のグラフ。これは一番疑っていたんですが、埋め込まれたファイルを1件ずつ解析したら、線や曲線を描く命令が1171件に対して、画像の貼り付けは0件。文字まで一筆ずつ輪郭で描かれた正真正銘のベクターでした。3つ目、ちょうど2ページに収めるレイアウト調整。本当にぴったり2ページで出てきました。4つ目、崩れない色枠の囲みも本物の表として入っていました。ここで気づいた方もいると思います。こちらがはっきり、頼んだことはやる。気を利かせて補ってくれた部分こそ確認のしどころです。今回の検証で一番大事な発見は多分これです。PDF はどうでしょうか？日本語の PDF は文字化けしやすいので、ここは気になるところです。結果は表示も文字のコピーも問題ありませんでした。ただ完全ではありません。フォントを埋め込んでくださいとお願いしたら、この環境には日本語フォントのファイルがないので埋め込めませんと正直に説明されました。代わりにどの端末にも入っている標準の日本語フォントを指定する方式です。普段使いでは問題ありませんが、特殊な環境では崩れ可能性が残ります。それと小さな粗もありました。本文の見出しの一つだけ、導入の目的と背景と書くべきところが、助詞ののととだけ英語に変わって、導入オブ目的&背景になっていたんです。目次は正しいのに本文だけ。ワード版には混ざっていないのに PDF だけ。こういう小さな英語の混入は今回あちこちで見かけました。皆さんもお気をつけください。続いての検証は Google サービスとの連携についてです。ただ結論から先にお伝えすると、この検証は全滅でした。Google のサービスなんだからもしかしてつながるかなと期待しながら検証をしました。
Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドなど思いつくものは全部試しましたが、どれもダメでした。でも理由を聞いたら納得したんです。ジェミニノートブック曰く、このシステムはセキュリティのために外部のネットワークにつながっていないオフライン環境だから。ジェミニノートブックは手元の資料の中だけで根拠を示しながら答えることに特化した道具です。勝手に外とつながらないのはその信頼性の裏返しでもあります。唯一次でご説明するリサーチ機能だけはインターネットやドライブとつながってデータを持ってきますが、おそらくは安全につなげられるよう個別対応した設計になっているのだと思います。そして最後の検証はリサーチとソースの自動追加についてです。ここが今回一番変わったところだと私は思っています。クラウド勤怠管理システムの市場について調べてとお願いしました。すると手元の資料にはその情報がないと自分で判断してウェブ検索に切り替えて調べ始めたんです。そしてここからが本題です。今調べた参照元をこのノートブックのソースに追加してチャットにそう打っただけでソースが1件から7件に増えました。ボタンは押していません。会話でお願いしただけです。以前この機能を検証したときはこれができませんでした。調べてもらってもソースに入れるのは人間の仕事だったんです。ここははっきり進化しています。取り込めなかったサイトが1件ありましたが、それも隠さず赤い表示と一緒にこのサイトは制約で登録できませんでしたと報告してきました。仕上げにこうお願いしました。今追加されたソースを使って競合各社と自社の価格やシェアを比較した表を Excel で作ってください。どの数字がどのソース由来かもわかるようにしてください。出てきた表には実在の7社の価格とシェアが並んでいました。調査会社2社でシェアの数字が食い違うのですが、AI は勝手に平均せず、出典付きで別々の列に並べていました。そして、主なデータソースという列に、その数字がどこから来たのかが書いてあります。自社の欄はまだ発売前だからと正しく空欄のままでした。調べる、材料を取り込む、出典付きの表に仕上げる。ここまでがノートブックの中だけで完結しました。資料を読んで答える AI から自分で材料を集めて働く AI へ。今回のアップデートを一言で言うならこれだと思います。最後におまけの番外編です。動画は読めるようになったのか気になったので試しました。結論、まだです。音のない画面録画を渡したら音声は検出されませんでしたというエラーで受け取ってすらもらえません。そこで意地悪な実験をしました。パソコンの操作画面の映像に登山と猫の話をしている無関係な音声をわざとつけて渡したんです。画面には何が映っていますかと聞いたら答えは登山と猫の話でした。映像は全く見ていません。音声を文字にして読んでいるだけです。操作動画からマニュアルを作るみたいな使い方はまだできないので気をつけてください。いかがだったでしょうか？今回の継承で分かったことを3つにまとめます。1つ目、数字を扱う仕事はかなり信用できます。領収書の読み取りも53億円の集計もシミュレーションの計算も検算まで正確でした。2つ目、気をつけたいのはこちらが頼んでいないことまで気を利かせて補ってくれた時です。気を利かせた曜日は実際と違い、踏襲したデザインは別物になっていました。逆にこちらがはっきり指示したことはほとんど本当にやってくれます。できなかったものは正直にできませんと言ってきました。PDF のフォント埋め込みもピボットテーブルもできない理由まで説明しています。だから大事なことは全部
口に出して指示してください。ただし一つだけ例外があります。それが3つ目です。3つ目、提出する様式のファイルです。様式は一切変えないでとはっきり指示したのに、それだけは守られませんでした。中身が正しくても枠が別物になっていることがあります。申請書や決まった書式の文書だけは必ず人が開いて確認してください。今回は新しくなったジェミニノートブックの実力を正面から検証しました。引き続き具体的な実務への活用事例は探っていきます。いい活用事例が見つかったらまた共有しますね。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは今日はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。